6月の博多の街。この日、私杉咲花は映画のトークイベントに出席していました。麺べい食べました。麺べい食べた、はい、麺べい、ありがとうございます。麺べい大好きです。福岡土産。ところで皆さん、神木隆之介さんの隣にいる笑顔がチャーミングなこの方、ご存知ですか？実はすごい人なんです。ひとたびペンを持つと現在公開中のメアリと魔女の花。その花の名前は夜間飛行だ。魔女の花だ。魔女の花？主人公メアリが見つけたのは7年に一度しか咲かない不思議な花。かつて魔女の国から盗み出された禁断の魔女の花でした。今夜だけは魔女なんだ。一夜限りの不思議な力を手に入れたメアリは雲の間にそびえ立つ魔法学校へ。ようこそ。そこは驚きに満ちた世界。しかしたった一度の小さな嘘が大切な人を巻き込む大事件を引き起こしてしまうのです。帰れない、約束したんだから。そしてメアリが選んだ道とは、少女の勇気と成長を描いた物語です。みんなで一緒に。実はこちらスタジオジブリ作品ではありません。今回は、本気です宮崎監督の引退に伴いジブリは制作部を解散。米林監督が選んだ道はジブリを辞めても映画を作り続けることでした。そんな監督を支えたのがプロデューサーの西村義明さん。ジブリの鈴木敏夫さんの下で修行を積み実績を重ねてきた人です。新しいスタジオを立ち上げゼロからのスタート。しかしそこには大きな壁が立ちはだかっていました。宮崎さんから直接教わったこと、そんな通用するのはどうなのか。あいつらジブリじゃねえぞ。これは恐ろしいです。ジブリという肩書きがない2人を突き動かしていたものは大きな志でした。ジブリで学んだもので作っていたんですけども、それは全てではない。誰も見たことのない魔女の物語を作るために集まった日本屈指のクリエイターたち。ジブリがかつて積み重ねてきたもの、今その志を受け継ごうとしている人たちがいます。ああ、面白い。飽くなきものづくりへの情熱。アニメーション現場の最前線を追いかけました。2015年、東京武蔵野市に小さなアニメーションスタジオが誕生しました。スタジオポノックです。机の数はわずか3台。この部屋でメアリと魔女の花の制作はスタートしました。できたばかりの主人公メアリのイメージが、最初はこんな顔だったんだ。周りを作ってきましたけど、今回は元気な女の子を描けないかなというふうに思って。米林監督は長年
ジブリの作品に携わってきました。やっぱりなんかいろんな物語が2008年公開の宮崎駿監督作「崖の上のポニョ」。クライマックスといえるこの場面を手掛けたのが米林監督だ。ジブリ入社以来マロの愛称で親しまれ、宮崎監督の「もののけ姫」以降多くの作品に参加。転機は37歳の時、ジブリ史上最年少の若さで監督に抜擢された。君たちは滅びゆく種族なんだよ。小人の世界を描いた「仮暮らしのアリエッティ」はその年の邦画興行収入1位という大ヒットを記録。さらに監督2作目となる「思い出のマーニー」では西村義明プロデューサーと共に制作。大丈夫？思春期の少女の内面を繊細に表現したこの作品はアカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされた。私たちのことは秘密よ、永久に。その授賞式当日には世界的な俳優や映画監督らと共にレッドカーペットに姿を見せた。信じられない気持ちでいっぱいです。晴れやかな舞台。しかしこの時すでにジブリは制作部を解散。宣伝の活動で全国をキャンペーンで回っているわけなんですけども、スタジオに戻ってきたらもう誰もいなくてガランドなんですよね。なんかぽっかりと穴が開いてしまったような。高畑勲、宮崎駿、鈴木敏夫、3人の背中を追い続けてきた20年。その母体がなくなってしまった。ジブリ退社後、米林監督と西村さんはすぐにスタジオを設立。そこにはある思いがあった。僕らはアニメーション映画を作る上で宮崎駿監督からある3つのことを教わっていて、まずもってやっぱ面白いことって、アニメーション映画なんだから面白くなきゃいけない。2番目に来るのはですね、作る意義があることっていうふうに言われたんです。で3つ目は作り続ける必要があるから、ちょっとだけお金が儲かること。面白い映画を作る会社っていうのは、スタジオっていうのはたくさんあります世の中に。ただ自分たちが何かを描くって時にそこに責任が生じて、一体どんな影響を与えてしまうだろうか、頭ひねってもがいて作ってるプロダクションってのはなかったんで、だったらゼロから作るしかないよねっていう。アリエッティやマーニーではジブリで学んだもので作っていたんですけども、それは全てではない。ジブリで学んだものっていうものはもっとたくさんあるはずで、宮崎さんから直接教わったこと、それが通用するのかどうなのか、僕自身の挑戦でした。この日はポノックのスタジオ開き。そこでこんなことが語られた。僕らが作っていきたい作品っていうのは、スタジオジブリの一種志を継いだ作品を作りたいと思ってるんです。応援をよろしくお願いします。志を継ぐ。実はポノックという名前には意味がある。クロアチア語で一日の始まりである午前0時を表す言葉。ジブリで学んだものを新しい世代につなぐ2人の挑戦が始まった。スタジオポノックの記念すべき1作目「メアリと魔女の花」。その原作はイギリスの児童文学です。そもそもなぜ監督はこの作品を1作目に選んだのでしょうか。子供たちに見せるんであれば、一番最初の一歩だからできるような力強い作品を作りたいというような。最高の魔法。主人公のメアリは不器用でいつも失敗ばかり。魔女の花の力で大冒険かと思いきや、その力を失ってしまいます。あなたにはもう魔法の力はほとんど残っていないわ。絶望的な状況に立ち向かうメアリに監督は思いを託しました。途中で魔法を失うんですよ、メアリは。でもそこから運命と対峙しなくてはいけなくって、いろんな人にとってみても新たな一歩を進むための勇気感じ取ることができたら、作る意味があるものなんじゃないかな。作品を通して伝えたかったのは、一歩を踏み出す勇気の大切さ。
ジブリを飛び出した監督だからこそこの作品にこだわったんだ。そんな監督の思いを形にするためにさまざまな業界で活躍する日本屈指のクリエイターたちが集まりました。色彩、背景、音楽、全てが織りなす新しいアニメーション作品として「メアリと魔女の花」は作られたんです。ところでアニメーションがどう作られるのかご存知ですか？メアリの魅力を知るため私はスタジオポノックを訪れました。まず見せてくれたのは絵コンテです。絵コンテはいわば作品の設計図。どんな表情でどう動くのか監督のイメージするシーンやカットを形にしたものです。これをベースにアニメーターさんたちが一枚一枚動きをつけた絵を描いていきます。そして出来上がった絵を重ねペラペラとめくることでアニメーションとして動き始めるというわけです。これで完成したものを撮ってるんですね。今のでもあれですよね、今の分までのところで何千枚ですよね。すごい枚数ですよね。それをみんな予定で書くわけです手書きではないですよね。ポノックではジブリ同様手書きの表現にこだわって制作されています。そのため作画枚数も膨大な量。例えばこちらの水が人の形になる場面、水の動きや白い波、小さなしぶきまでそれぞれが別々に描かれているんです。わずか4秒のカット、作画枚数は106枚に上ります。映画全体としてはおよそ10万枚。気が遠くなる作業です。でも CG アニメーションが増える中、なぜあえて手書きにこだわるんだろう。線の描き方とかね、温かさとかね、そういうの伝わりますから、そういうのはなんか手書きの良さなんじゃないかな。線の温かさへのこだわり。ちなみに監督の手を見せてもらうと、鉛筆の持ち方がおかしいので薬指にペンダコができる。大きなペンダコ。ジブリの時から20年以上毎日のように描き続けてきた証です。この日スタジオに意外な人たちが訪れた。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。清掃で。人気バンド世界の終わり。この後映画の主題歌制作の舞台裏に密着。セカオワの苦悩とは。次のステップっていうのか。この日スタジオに意外な人たちが訪れた。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。清掃で。清掃ですね。今日はラブさんも清掃だもん。人気バンド世界の終わり。メアリと魔女の花の主題歌を手掛ける彼らはその打ち合わせのために訪れた。曲作りってどの楽器でやってるんですか？僕はいろいろ使います、鍵盤も使いますしギターでもやりますし、ギターがもともとの楽器なのでギターが一番慣れてるんですけどね、なんで今回僕らメロディー3人で作ってるんで、ここの部分が中陣で、ここが僕が作っていて、中陣がこの1行目を3行目作っていて、沙織ちゃんがこの2行目のメロディーを作ってるっていう。そんな風に作るんですか？そんな風にあんまそんな風にする人いないと思うんですけど、もうあれだよね、迷い道せずにできたよね、メロディーとか。俺 A メロ11個ぐらい作った
プロデューサーの志村さんからビジネス的なその一緒に組んでタッグを組むっていうのじゃなく、ストーリーの最後に僕たちの音楽がかかる時にそれに意味がなければやりたくないんですっていうような旨を伝えていただいたので、主題歌の意味っていう何のために主題歌があって、僕たちがすべきことはどういうことをすべきなのかっていうことをやっぱり自分たちなりにすごい一生懸命考えて。よろしくお願いします。主題歌の意味とは何なのか。セカオワは映画の世界観をつかむためポノックに足を運び、打ち合わせやメールのやり取りを重ねながら曲作りを行っていった。この日は歌詞の打ち合わせ。あらかじめ作ってきた歌詞に対して意見を交わしていく。すると西村さんからリクエストが。これが間違ってるとか間違ってないとかではなくて、映画を締めくくる印象としてもう少し踏み込んでほしい。見た人のお客さんの背中を押してあげたいって気持ちは強く押し出したいねっていう思いはある。旅の部分のその後半ここになんか前に進むような気持ちがこう一つ入ることができたらいいなと思う。でもまあ多分ここが変わったらこっちの君も変わった方がいいとは思ってます。監督たちがこだわったのはサビの歌詞。虹が消えた空には雨が降ってたんだ。君はいつも雨降りの日に傘を差してくれたんだ。映画でメアリが成長するように最後の表現をもっと前向きにしてほしいという。この2つが、どんな詩かわからないけれども、僕らここで一括りなんか欲しいなっていう次のステップに行ってほしい。なんか君が肩をさせてくれたものに対してのアクションみたいなのがもう一つあればいいなというのは言葉を考えるっていうストーリーを考えなきゃいけない、主人公がちゃんと自分の中で成長させていかなきゃいけないから、次のステップっていうのが何なんだろうな。なんかって考えてそうだね、どういう心境の変化があれば次のステップなのかっていう答えが見つかればそこが書けると思うけど、果たしてセカオワはどんな答えを出すのか。こちらは制作中のスタジオ。あれ、米林監督が不思議な動きをしてる。まただ。一体何をしてるんだろう。こちらは制作中のスタジオ。あれ、米林監督が不思議な動きをしてる。まただ。一体何をしてるんだろう。すると向かった先はドア。確認するように何度も出入りしてる。そうか、ドアを開けるメアリーを書いてたんだ。足をどこに開けた扇形のどこに置くかでいく。ドアって難しいんですか？ちゃんと調べるとそのドアと人間の距離ってもう少し近いんですよ。こうやって離れた状態でドア開けないんですよね。近いんですよ。ますます難しくなるんですよ。アニメーションを描いて20年以上、日々こうした工夫と努力の積み重ねなんだ。ところで監督はアニメーションを描くときどんなことを大切にしているんだろう。我々がやってる仕事っていうのは感覚の再現なので。感覚の再現、どういう意味？甘くてとっても美味しいのよ。こちらは前作「思い出のマーニー」の一場面。柔らかくて美味しそうなトマトが描かれていますが、実はこの中にある秘密が隠されているんです。その秘密を作画監督の稲村さんが教えてくれました。切る時にぷくってこう消してくるじゃないですか。
トマトこんな変形しないんですよ。だけどリアルだからって変形しないように描くと柔らかさ出ない。写真で撮ったそのまんまっていうことでは熱がないんですよね。アニメーションの映像表現のこう真骨頂っていうのかな。リアルを追求するのではなく、人が感じているものを伝える。それがスタジオジブリで学んだ感覚の再現。上手に包丁使えるのね。記憶にあるものをこう紙の中で描くことができるか、スタジオジブリの時からもう基本的に我々がやってきたことですね。メアリと魔女の花でもさまざまな感覚の表現を生かされています。木いちごのジャムだ。メアリの夕食の場面、作りたての温かさが存分に伝わってきますよね。あらあら、そんなに急いで食べなくても。だってすっごくお腹が空いてて。連日の制作作業、静まり返ったスタジオで監督はペンを走らせていました。時刻は深夜1時を過ぎています。この日もほとんどのスタッフが帰っているのに一人書き続けてる。何が監督を突き動かしているんだろう。その秘密見せてくれました。お前が書けっていうことを書いてあるんですけど、実はこれ宮崎駿さんが監督に書いたメモ。そこに書かれていた言葉、それは宮崎駿さんのメモ。どんな言葉が書かれているのでしょうか。お前が書けっていうことを書いてあるんですけど、制作が難航しているのを聞きアドバイスを送ってくれたのです。いい加減なものは作れないなというふうなことはね、映画を作る前でしたけれども、今度作ることになりました。嬉しいっていうふうにね、こんな素直なことを言う人なのかというふうにこう期待されてるんだなというふうに思った分、頑張らなきゃいけないな。メモには力強くこう書かれていました。マロ、書け。納得するまで書き続ける。ものづくりへの情熱、米林監督にしっかりと受け継がれているんだな。おはようございます。はじめまして。はじめまして、小日向です。面白いですね。5月、都内のスタジオでは映画のアフレコ、いわゆる声入れが行われた。この日は魔法科学者を演じる小日向文世さんの収録日。意外にもアニメーションのアフレコは初めてだという。へえ、面白いキャラですね。いや、こういうのは初めてですけど、口に合わせるんですか？合わせますね。ってことは口見ながらだと本が読めないんで、大体このぐらいの尺の中で収めるっていうことですね。そうですね。登場人物に命を吹き込む方法は2つ。一つはアニメーションの表情や動き、黒や白を経た上でのその髪のここまでを。そしてもう一つがキャストの表現力。なんだね、マダム・マンボリシューク。今まさに先日の実験結果の解析を始めようとしていたところなんだが。はい、上手ですね。いい感じです。もう一回いいですかね。はい。メアリと魔女の花には第一線で活躍する俳優陣が集結。ピーター？主人公メアリを演じる杉咲花さんは連続テレビ小説をはじめ数々の映画やドラマに出演。全部自分でやったって言うんです。去年公開された映画「湯を沸かすほどの熱い愛」ではいじめに苦しみながらも逃げずに向き合っていく少女の役を演じた。私には立ち向かう勇気なんてないの。この作品で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞をはじめ数々の映画賞に輝いた。でもやっぱり嬉しいです。長編アニメーションの主演に初めて挑む杉咲さん。どんなメアリを作り上げるのか。アフレコ初日、
おはようございます。結構歩きていらっしゃるんですね。そうですね、今日歩いてきました。気をつけようとかね。役作りについて聞いてみると、もうずっとメアリーのセリフが最初から最後までたくさんあるので、飽きないようにするにはどうしたらいいかなっていうのはちょっと自分の中でもまだ手探りのところではあるんですけど。メアリは11歳の女の子。驚きや喜び、悲しみ、喜怒哀楽がさまざまに揺れ動く。あ、ゼベディさん。何かね。私にも手伝わせてください。私にも手伝わせてくださいってもっとやってほしい。そうですね。メアリをどれだけ豊かに演じられるか、それが作品の出来を左右する。アフレコ中、あることに気づいた。退屈。それは杉咲さんの体の動き。声だけでなく、実際にメアリを演じているかのように表情や動きが次々と変わっていく。同じ経験をすることはできないけど、それぐらいメアリとして自分ここにいたかったので、ちょっと意識的に同じ動きをしていた時もあったんですけど、気づいたらこう自然に動いてしまっていた時もあったりしましたね。全身で演じられる実写と違い、アニメーションは声だけ。あえて映画の中と同じ動きをすることで声に感情を吹き込んでいた。ちょっと待って、そこの絶望感。そんな杉咲さんが見せた圧巻の演技がある。それはメアリの感情が絶望から希望へと短い間に切り替わる場面。ゆっくりと気持ちを作る。そしてほうきくん、そんな返事をして。ほうきくん、私どうしたらいいの？ほうきくん。一緒に帰ろう。赤い館にみんなで一緒に。いいんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。大事なシーンで、難しいシーンだった。大丈夫でしたか？こっから先またちょっと。実は杉咲さん、演じる上でいつも大切にしていることがあるという。目の前で起こっていることを本当に受け止めることですかね。できるだけ嘘をつきたくないという思いがあって、本番の時には台本読んだものを一旦全部忘れるようにして、目の前の相手が何を言ったかとか、そこで起こったことを本当に感じれたらいいなという思いでやらせていただいてますね。アフレコ作業が行われる頃、主題歌の制作が佳境を迎えていた。キックを全体ちょっと出すとかはどうですか？ちょっと上がってるよ。上がってるよ。試しにじゃあキックだけ。すごいいいじゃん。本当ですか？嬉しい。折り返しのサイトの大変だったんですよ。苦労が分かる。聞いてるとこう血がちょっと駆け巡ってくる感じあるでしょ。いや大変だったわ。成長するサビだよね。ちょこちょこ入った鐘とかもいい感じ。おじゃす。どうも。おはようございます。西村。
2ヶ月前、打ち合わせで歌詞の変更を求められて以来、セカオワの4人はずっと悩み続けていた。西村さんが言うには最後にその一歩前に踏み出せるっていう気持ちになれる歌詞にしてほしいっていうので、変えるならどうするみたいな話もして、俺一回全曲書き直した、変えるバージョンも作ったりして、変えて戻して変えて戻して変えて戻して。一歩踏み出す勇気を自分たちらしくどう描けるか。そして出来上がった歌詞とは。世界の終わりが書き下ろした主題歌。タイトルは「レイン」。借りができましたね。本当にいい曲でした。本当。ありがとうございます。大変だったもんね。大変だった。ご迷惑をおかけしてありがとうございます。主題歌とやっぱタイアップソングで違うんで、主題歌になってるなと思って、本当に一緒にできたってことはなんか報復ですよね。なんかこれだけ一生懸命こう映画を作ってる人が、まあ当然なんですけどいるんだっていうのを生で見て、刺激的でなんか励まされる体験でした。映画の制作も大詰め。お願いします。この日はアニメーションの最終的な作業。映像やセリフ、音楽、効果音など全体のバランスを確認し、微調整を行う。ゼムジーさん、車お願いします。ほうきの音とか入れちゃった。あそこ欲しくなりましたね。ドクターなんとかしてって企画の立ち上げから3年、完成はもう目の前。反応するんだけど、しかし今の心境を聞くと意外なことを口にした。いやー、分かんないですよ、まだ。それかっこいいものにはなってると思うんですけど、分かんないですね、まだちょっと。隠すことのできない不安の色。それはなぜなのか。思えばその理由を裏付けるかのようなやり取りが交わされていた。今回ジブリじゃないんで、ジブリじゃないとこんだけ何も保証しないってすごいですよね。作るだけですね。ジブリではないこと、それが不安の正体。ジブリで作ってきた人間が寄ってたかって集まって、いろんな才能たちが集まって作った画面は、仮にジブリの画面に匹敵するものができたとしても、あいつらジブリじゃねえぞ。これは恐ろしいです。ジブリの時には映画を作れば予告編かけてくれるのは当たり前だと思ったし、応援してくれるタイアップの方々とかついてくるのっていうのは当たり前というよりはそれが自然だった。すごく反省してるんです、いつも。スタジオジブリという魔法が解けてますからね。アリエッティやマーニーがお客さんが入ったのはスタジオジブリだから見てくれたわけで、そうじゃないところで
たくさんのお客さんに見てもらわなければいけない。魔法を失って何ができるかですかね。メアリーもそうなんです。巨匠たちが築き上げたジブリ。これまで自分たちはその名前に助けられてきた。それを失ってどこまで進むことができるか。映画の原作にこんな一文がある。ここの玄関を開けるのに呪文を使うのはダメね。いつも通り普通のやり方で開けよう。たとえ時間がかかっても。ジブリという名の魔法はもうない。メアリと魔女の花は2人にとって自分自身の物語でもある。映画公開を直前に控えたこの日、2人は特別な心境の中にいた。緊張しますね。というふうに思うんですよ。本当にわかんない。想像しても全然わかんないんです。向かったのはかつて所属していたスタジオジブリ。一体なぜ？映画公開直前、米林監督たちが向かったのはかつて所属していたスタジオジブリ。完成しました。おめでとうございます。訪れたのは完成したばかりの作品を恩師に見てもらうため。まだキャストやスタッフにも見せていない。動く映画を作りたいなということを思って、できたばかりの会社で作るにはすごく大変な作品だったんですけど、たくさんの人の力を借りましてなんとか完成することができました。よろしくお願いします。たった2人だけの試写会。俺は見ない、そう宮崎監督は言ったという。ジブリの志を継ぐ、そんな思いでスタートした作品作り。なんで緊張するんですかね。今の自分たちを作ってくれた恩師たちはどんな感想を持つのだろうか。このあと2人に贈られた意外な言葉とは。スタジオジブリで行われたメアリと魔女の花の試写会。恩師たちはどんな感想を持ったのか。本当に見てくださってありがとうございます。いやいや、とんでもない。若い映画若い映画だった。ありがとうございました。よくやりました。なんとか完成してよかったです。上映後、こんな言葉が贈られた。なんとなく見ながらついジブリの呪縛みたいなこと考えちゃって僕は。でそこから解き放たれるとこうなるんだっていう。今のジブリだとお説教の部分が結構ある。それないもんね。見やすいっつうことで、いや本当に見やすい。シンプルですもんね。やつだな。言葉をかみしめる。お疲れ様でしたっていうのが、最高のねぎらいの言葉ですよね。不安はもう自信に変わっていた。翌日、都内の試写会場には晴れやかな表情で私たちを迎える2人の姿がありました。ジブリという名の魔法が解けてゼロから始めた映画作り。監督たちはこれからも進み続けます。なぜなら大きな志があるからです。キャンペーンで挨拶したりする機会なんかがあるんですけど、子供たちがこう見てるんですよね。この子たちにワクワクして満足して帰ってくれる、そういう作品をこれからもやり続けていくことなんだなというふうに思います。ジブリが自分たちの心を躍らせたように、今度は自分たちがたくさんの笑顔を作る。それこそが米林監督の原動力です。